おっチャンネルです。どうも、今ですね、三重県の鳥羽市に来ております。例の鳥羽のキャンプ場なんですが、一体どうなったんだと、全然その後の報告がないじゃないかというコメントをたくさんいただいております。本当に申し訳ございません。いろいろあってですね、止まっておりましたが、とりあえずその報告も含めて今日はですね、鳥羽のキャンプ場予定地に行きたいと思います。大海原を自由にあてとなく続く旅。風をよけ船を寄せる場所が今日の宿。そんな港のようなキャンプ場を作りたいと始まったのがこのプロジェクト。2023年の4月にオープンの予定がさまざまな都合で遅れ、現在に至ります。綺麗ですね。鳥羽大札の海でございます。海産漁がね盛んな大札でございます。鳥羽マリーナにやってきました。この下に降りると鳥羽マリーナで、私が行くのはこの第2駐車場の方に行きます。もうみんな来てるかな。来てますね、多分ね。よいしょ。到着しました。こちらでございます。夏だね。そして今から実は打ち合わせでございます。トレーラーヘッドとくっつくところ、くっつくとこね。要はここに本来ならタイヤがついてトレーラーのキャビンがこう来るよと。はいはい。あ、いいですね。ここで5メートル。いいですね。15メートルあります。ありますね。はい。じゃあこっち側にそれを置いて、こっち側にキッチンというプランでも全然いけますね。いけますね。続いて始めたのは、建物の大きさのイメージが浮かびやすいように紐を引いて実際の建物の大きさを地面に描いていきます。シャワーやトイレ、パウダールームのある建物はキャンプ場の真ん中に置く予定です。これもいろんな都合により当初の計画から大きく変わりました。詳しくは述べませんが、この土地が国立公園内にあることから地面に固定する建造物が作れなかったのが最大の理由です。法的に問題がないように移動可能なコンテナ車を購入、それを改造して建設することにしました。今回遅れたのはそのコンテナ車の手配、運送等々の確認に時間がかかっていたためです。飛騨の方行くとね、キャンプ場でこういうキャンプ場って結構あるんですよ。あの中でこうね、平らじゃない場所は結構デッキが作ってですね。打ち合わせが終わりました。どうなったかと言いますとですね、今からもう一度ちょっと図面の引き直し等々をしてですね、やっていこうということで、今のところ年内の完成はないですね。来年に向けて、だから1年遅れる感じになります。やっていこうということで、まあちょっと遅れてはいますし、あれなんですけど、粛々と進んでおりますので、ぜひともご期待ください。